本日の動画は太平洋戦争中盤、米国による小笠原諸島方面攻略作戦で起きた興味深いエピソードをご紹介します。この時の戦いでは将来の合衆国大統領ジョージ・ブッシュ氏が TBF アベンジャー雷撃機の操縦士として父島で戦っています。今では知る人ぞ知る伝説的な戦いになっています。ではどうぞご覧ください。1944年8月初旬、北上し続けるアメリカ軍は8月4日から8月5日の日程で小笠原諸島方面攻撃作戦スカベンジャー作戦を実施。アメリカ軍戦力は空母6、巡洋艦8、駆逐艦24、航空機約450機。対する日本側戦力は硫黄島の冷戦隊15機、父島空の水戦5機他の約20機で応戦奮闘したものの、この方面の稼働機は10機前後になってしまった。アメリカ軍はこの作戦により小笠原諸島の航空戦力や所在艦船と地上施設に打撃を与え、日本軍の抵抗戦力を弱体化させた。約1ヶ月の休養を取った第38任務部隊は8月31日から9月2日にかけて再び小笠原諸島を攻撃する。航空戦力のない島はアメリカ艦隊への脅威は低いものの、基地レーダー、通信施設が残存している場合、サイパン、マリアナから飛来する爆撃機に対して日本軍に守備態勢を取られてしまうため、これを排除する必要があった。事前の偵察で父島にはレーダー施設、電波通信塔の存在が確認されていた。これを排除するため9月1日、9月2日で父島への攻撃が決定。この戦いに若き日のジョージ・ブッシュ中尉がいた。攻撃隊は護衛の戦闘機数機に TBF3 機で構成。ブッシュ中尉は3番機の操縦士として出撃することになった。ここで TBF アベンジャー雷撃機について触れておこう。 TBF アベンジャーはアメリカのグラマン社が開発した雷撃機で、愛称のアベンジャーは復讐者、報復者の意である。初陣はミッドウェー海戦で6機で出撃して5機を喪失し、腐敗をなめる結果となった。太平洋戦争中盤以降、制空権をアメリカが握ってからは戦火は拡大し、多くの日本艦船に打撃を与えた。ブッシュ中尉の愛機でもある。単発エンジンの艦載機としては非常に大型の機体で、重量約 4.8 トンは冷戦の 2.7 倍、エンジンパワー1700馬力は冷戦の約 1.5 倍、機内には複層の貝があるという、実にアメリカらしいでかくてパワフルな機体であった。乗員数は通常は3名、配置は操縦士、無線士、砲塔射撃手、リブ銃座である。9月2日午前9時、ブッシュ中尉含めた攻撃隊が父島目指して発艦した。機首に描かれたバーバラは将来のファーストレディである。彼はすでに2回の不時着水を成功させており、この機体は3機目となる。ここで父島の日本軍守備隊について触れておこう。日本軍は戦前からここ父島の要塞化に取り組んでおり、陸軍は砲台を設置し、海軍は須崎飛行場を設けた。だが須崎飛行場は短い滑走距離と大和風光の関係で97艦砲が一時的に配備されて以降はもっぱら緊急着陸か硫黄島間の艦部移動用の基地として使われた。そのため父島の航空戦力は水上機となった。1944年5月に小笠原兵団栗林中将の指揮下に入り、戦力増強に努めたが、6月の空襲でサイパンから退避していた推定21機を撃破される大きな被害を出した。7月に島民の集団疎開、8月のスカベンジャー作戦にて水上機戦力を喪失したが、日本軍も果敢に応戦し、アメリカ軍に損害を与えている。だがこの戦い以降、
戦力温存のために水際配備から洞窟陣地への重心交代配備へ移行し、対空砲は8割以上が洞窟陣地となる。そして9月上旬、両軍は再び交戦する。 TBF3 機護衛の戦闘機3機で父島上空に到着。物資中域は前日の9月1日にも父島を攻撃していた。だがこの時の対空砲火はまばらで、抵抗らしい抵抗はなかった。目標を定めて降下、投弾姿勢に入る日本軍機の擁撃はない。先日と同じ戦場を想定していたが、この日は違った。と、日本軍の激しい対空砲火に遭遇した眼前が対空砲の火炎と黒煙で埋まる。目標は黒煙の先にあり、突っ込む。エンジンに火種、オイルが漏れ出した。離脱したいところだが、投弾まであと数秒。投弾完了。機体がふわりと浮く。離脱する。目標の破壊を確認。任務を達成した。サンジャックに戻るため島を離脱する進路を取る。だがこの時ブッシュ機は深刻なダメージを負い、オイル漏れによる黒い煙を引いて飛んでいた。やがてコックピットの中に煙が噴き出し、操縦不能となる。乗員に脱出用意を告げ、自らも脱出にかかる。救助用潜水艦への緊急発進ができたが、とっさのことで発進できたかは定かではなかった。両機に期待するしかない。機体からは2名が脱出。パラシュートが開いたのは物資注意だけだった。物資注意は脱出時に尾翼と衝突し、負傷しつつも着水成功。着水を見た日本軍が2隻のボートで迫る。これに対して両機が重装車で暴走し、物資注意を守った。ライフ用ボートの位置を教えて、サンジャックと潜水艦への緊急無線を発信し、その場を離れた。約4時間後、付近で救助任務に従事していた潜水艦フィンバックに救助された。この時の模様は撮影されていて、後に物資へ贈呈されている。時は流れ、58年後の2002年6月18日、元大統領となったブッシュ氏は日本政府の招きで再び父島を訪れる。58年前 TBF で飛んだ空を今は海上自衛隊のヘリに乗って平和な空気の中を飛んでいる。ブッシュ氏は亡くなった搭乗員の方に対して責任を感じていたが、政敵からは見捨てたと糾弾されてきた。だが今回の訪問にてブッシュ機の墜落を目撃していた元日本軍の方に会い、水面ギリギリまで粘ってからブッシュ氏は脱出したとの証言を聞いた。その証言を聞いたブッシュ氏はとても嬉しそうだったそうだ。島では島民の方々の大歓迎を受け、食事やウミガメ放流等を行うとともに亡くなった戦友を慰霊した。この訪問から7年後の2009年、原子力空母ジョージ・ブッシュが就役する。空母搭載機の若きパイロットとして戦場をかけていた時は、よもや自分の名を冠した空母に乗る日が来ようとは思ってもみなかったでしょう。本日の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。動画を楽しんでいただけましたら励みになりますので、ぜひチャンネル登録や高評価をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。